あの、AI があなたの指示を待たずにですね、勝手にコードを書き換えて、複雑なシステムをどんどん構築していく。しかも、人間の確認作業すらスキップして、超高速で。ええ。これって、究極の効率化だと思いますか？それとも、コントロールを失うようで、少し背筋が凍りそうになりますか？いやー、非常に鋭くそして本質的な問いですよね。実は今私たちはまさにその境界線に立っているんですよ。境界線ですか？はい。AI はもはや私たちが質問を投げかけるのを待っている。単なる便利なチャットボットの枠を完全に超えてですね、自律的なまさに共同パートナーへと変貌を遂げようとしているんです。なるほど。だからこそ今回の情報探索は絶対に聞き逃せませんね。リスナーのあなたもぜひ一緒に考えてみてください。そうですね。本日の徹底解説では、2026年3月15日時点の Google AI とクラウドエコシステムの最新動向の深淵に潜っていきます。ええ。最近発表されたジェミニ3.1プロとか、あと謎めいたナノバナナ2といったニュースの断片がですね、はい、はい。話題になってますね。まるでメリーゴーランドの画像や MP4 動画みたいに SNS のタイムラインをビュンビュン駆け巡っていますよね。確かにものすごいスピードで情報が流れています。でも常に最新技術の先を読み解こうとしているあなたなら、ただのバズワードの羅列では満足できないはずです。おっしゃる通りです。ここで非常に興味深いのは、何が発表されたかではなくて、それらがどうつながり、私たちの働き方をどう変えるかという背後のメカニズムを理解することなんですよ。さて、これを紐解いていきましょうか。はい、行きましょ今日は開発のディープな裏側まで潜る予定なんですが、その前にですね、AI が今物理世界でどんなインターフェースを持ち始めているのかをまずは押さえておきたいんです。う。現実世界での影響ですね。はい。例えば、オーストラリアの低地での医療支援のニュースがありましたよね。医師がタブレットで患者のカルテを見ながら診断している。その裏で AI が動いているという。ありましたね。あるいは、スピーシーズネットというオープンソースモデルがカメラの写真から野生動物を特定して、保護を推進しているという事実。はい。一見すると AI が医療や自然保護で活躍しているっていう、応用の美談に聞こえるかもしれません。すごくいい話ですよね。でも、アーキテクチャの視点で見るとですね、もっと根本的な地殻変動が起きているんです。地殻変動というと？これらの事例の共通点は、AI が現実世界の非構造化データをシームレスに処理しているという点なんですよ。非構造化データ。つまり、きれいに整理された表計算のデータではなくて、手書きのメモとか、ノイズだらけのジャングルの写真ということですよね。その通りです。実は、手元のスマホの検索バーにある、アスカテクスパートの視覚的検索機能も全く同じ基盤で動いているんです。何でも聞いてっていう検索バーですね。はい。カメラに映った目の前の風景とか、壊れた家電のパーツを AI に見せて、これ何って聞くじゃないですか。よくやります。その時、AI はピクセルや音声波形をそのまま処理するのではなくて、背後にある巨大な意味のネットワークに変換して文脈を理解しているんですよ。なるほど。だからこそ、Google シーツに新しく搭載されたジェミニのベータ機能の話がより面白く聞こえてくるわけですね。で、まさにそこがつながってきます。スプレッドシート上で、このデータを分析してって自然言語で伝えるだけで、AI がシート全体を作成して、整理して編集までしてくれる。しかも最高水準のパフォーマンスで。はい。これって入力されるデータの形式が、ジャングルの写真からスプレッドシートの数値に変わっただけで、ええ、AI の根底にある文脈を理解する力は全く同じメカニズムで動いているわけですよね。その通りです。これ例えるなら、超優秀なデータアナリストと会計士が常に自分の隣に座ってくれていて、次は何を調べましょうかって待機してくれているようなものですよね。完璧なアナロジーですね。現代の AI が単なるタスク特化型のツールから、汎用的な推論エンジンへと進化したことがここから読み取れます。汎用的な推論エンジンですか？はい。ユーザーが今何を解決しようとしているのか、その文脈さえつかめば、アウトプットの形式は自然言語の回答でも、表計算のマクロでも柔軟に生成できるんですよ。なるほど。でも専門家さん、ここで一つ疑問があるんです。なんでしょその魔法のような汎用的な推論エンジンを構築するための道具、つまり開発者向けのツールがどう進化しているのかって話なんですが。開発の裏側の話ですね。はい。
最新の Google デベロッパーズブログの記事をいくつか読み込んでいて、ものすごく興味深いというか、ちょっと矛盾していて戸惑うようなアップデートを見つけたんですよ。ほう。どの部分に戸惑い感じましたか？ジェミナイ CLI に新たに搭載されたプランモードと、ジェミナイコードアシストの大幅アップデートに関する部分です。ああ、なるほど。まず、プランモードですが、これは誤ってコードを実行してしまうリスクを排除した読み取り専用の安全なサンドボックスだと説明されていますよね。はい、そうです。拡張されたモデルコンテクストプロトコル、いわゆる MCP を活用して外部データを引き出しつつ、実装までに AI と人間がじっくり戦略を練る機能だと。システム全体のアーキテクチャの変更をマッピングするための非常に慎重なフェーズを想定した機能ですね。ですよね。なのに、同じタイミングで発表されたジェムニコードアシストの方には、エージェントモード with Auto Approve、つまり自動承認付きエージェントモードという真逆の機能が追加されているんです。はいはい。インライン差分秒で適用していくやつですね。そうなんです。AI がものすごいスピードで人間の承認なしにコードを適用していく。これ、明らかに矛盾していませんか？と言いますと、一方では、絶対にご実行しないように慎重にと言いながら、もう一方では人間の承認すらスキップして全自動で爆速に行って、AI を慎重にコントロールしたいのか、それとも完全にハンドルを握らせたいのか、どっちなんでしょうか？なるほど。確かに一見すると、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるように見えますよね。非常に鋭い指摘です。ちょっと混乱しました。しかし、これをソフトウェア開発の全体像に結びつけてみると、この矛盾はですね、開発という行為が持つ二面性をシステムレベルで見事に解決した統合的なアプローチであることがわかるんです。開発の二面性ですか？はい。システム開発を都市の建設に例えてみましょうか。都市の建設。プランモードは都市のマスタープランを描く設計フェーズなんです。ここでは一つのミスが街全体の交通網を麻痺させるため、絶対に失敗が許されません。確かに慎重にいかないと大惨事になりますね。だからこそ MCP を使って外部の地質データや法律の制約といった複雑なコンテクストを読み込ませて、人間と AI がテーブルに向かい合って安全な環境でじっくり議論するわけです。なるほど。都市計画の段階ではどんなに時間がかかっても慎重に設計図を引かなければならない。だから読み取り専用のサンドボックスが必要なんですね。そういうことです。でも、いざ設計図が完成してレンガを積んでいく作業フェーズに入ったらどうでしょうか。ここで人間がいちいちレンガを一つ積んでいいですか、はい承認しますなんてやっていては時間がいくらあっても足りないですよね。そこでオートアプルーブの出番というわけですね。レンガを積む作業、つまり明確なロジックの実装とか定型的なコーディングは AI という自律型ロボットに全権委任して爆速で進めさせると。まさにそれです。思考のフェーズは極めて慎重に、作業のフェーズは完全に自動化してスピードを最大化する。なるほど。この2つの全く異なるワークフローを同じ AI アシスタントの枠組みの中で適材適所で使い分けられるようになった。だからこそ開発者はコードを書く作業から解放されて、より高度な問題解決に集中できるんですよ。思考と作業の分離ですね。これって開発者にとってコードを書く、あるいはコードを読むという体験そのものが根本から再定義されていることになりますね。まさにパラダイムシフトです。インテリジェや VS コード向けの拡張機能に追加された新機能も、まさにその文脈で理解すると鳥肌が立ちます。フィニッシュチェンジスとアウトラインズの機能ですね。はい。まずフィニッシュチェンジスですが、これが不ごいんですよ。人間が長くて面倒な手動プロンプトを打ち込まなくても、AI が勝手に現在の編集内容とか前後のコンテクストを観察して、コードを完成させたりリファクタリングをしてくれるんです。これ AI が次は何をしましょうかって聞いてくる一般的なアシスタントから、もうやっておきましたよって言ってくれるコードに調整されたシームレスなコラボレーター、つまり本物のペアプログラマーに進化したってことですよね。おっしゃる通りです。人間が指示を出すのではなくて AI 自身が文脈を観察し推論を働かせて先回りする、指示待ちから自律的な行動への移行ですね。そして私がさらに興奮したのがアウトラインズ機能なんです。エンジニアが複雑なファイルを理解しやすくするために対話的でハイレベルな英語の要約が生成されて、それがソースコードの中に直接インターリーブ、つまり挟み込まれるように表示されるんですよね。はい、非常に画期的な機能です。これってリスナーのあなたに例えるなら、難解で分厚い専門書を読んでいるときに、行と行の間に自分にしか見えない、要するにこういう意味だよっていう母国語の解説が魔法のように浮かび上がってくるような感覚ですよね。
リスナーのあなたもこんな機能が毎日の書類にあったら最高だと思いませんか？私なら絶対欲しいです。その比喩は的確ですね。このアウトラインズが示唆しているのは、エンジニアの役割の根本的な変化なんです。根本的な変化？これまでエンジニアは、コンピューターが理解できるコードの文法を1行ずつ解読する必要がありました。でもこれからは、AI が挟み込んでくれる自然言語の要約を通じて、システムの概念を俯瞰し、管理するマネージャーのような役割へと移行していくんですよ。いやー、プログラミングの抽象度が一段階決定的に上がりましたね。そしてさらに驚くべきは、こうした高度な生成 AI の力が、クラウドの巨大なサーバー上だけじゃなくて、私たちの手元のデバイス上で直接高速に動くようになっている点です。TensorFlow 2.21 で公式にローンチされた LightART の話ですね。はい。TFLite の後継として登場した LightART ですが、GPU や NPU のアクセラレーションが大幅に高速化して、PyTorch や JAX もシームレスにサポートされたと。はい。非常に強力なフレームワークです。でも個人的に一番なるほどって思ったのは、低精度データ型のサポートという点なんです。これ一見地味なスペックに見えますが、実はものすごく重要なメカニズムですよね。さすがよく見ていらっしゃいますね。その通りです。高度な AI モデルは通常非常に高精度な計算を大量に行うため膨大なメモリーと電力を消費するんです。これをそのままスマートフォンで動かそうとすれば端末はあっという間に熱を持ってバッテリーは数分で尽きてしまいましょう。スマホで目玉焼きが焼けちゃいますよね。本当に焼けちゃうかもしれません。そこで低精度データ型の出番なんです。AI の推論において実はそこまで厳密な小数点以下の計算が不要なケースは多々あります。あ、そうなんですか？はい。データの精度を意図的に下げる。つまり、低精度データ型をサポートすることで、モデルのサイズを劇的に圧縮し、計算負荷を減らすことができるんです。なるほど。結果として、熱暴走を起こさずに、手元のデバイスでサクサクと重い AI を動かせるようになるわけですね。そういうことです。だからこそ、先ほど話題に出たスマホのカメラを使った視覚的検索のような処理も、わざわざクラウドにデータを送って遅延を待つことなく、オフラインに近い環境下でも瞬時にデバイス内で完結できるようになるんです。セキュリティの面でも、データが端末から外に出ないのは圧倒的な強みですよね。依存関係の更新頻度も向上していますし、クラウドからエッジへの力の移動は、今後の AI エコシステムを語る上で欠かせないピースになりますね。しかし、クラウドでもエッジでも AI が劇的に進化して、コードの書き方すら変わってしまう。こんな話を連日聞いてされていると、常に最新技術を追っているリスナーのあなたでさえ、一体どうやってこのスピードに追いつけばいいんだって感じる瞬間があると思うんです。それはですね、世界中のトップエンジニアでさえ直面している切実な課題なんですよ。情報の過負荷は、今や技術業界における最大の壁と言っていいでしょうね。そこで Google が打ち出してきた新しいアプローチが Wednesday Middle Hour というプログラムなんですよね。はい。資料には Google クラウドの専門家が主導する毎週開催のインタラクティブな技術のジムと書かれています。技術のジムとは言えて妙ですね。まさに体を動かして鍛える場所です。受け身で退屈なスライド資料を眺めるだけのウェビナーとは全く違って、AI エージェントとかバーテックス AI、開発者の生産性向上ツールなどをテーマに、実践的な構築、つまりハンズオンに徹底的に焦点を当てていると。しかも参加者が学んだその日のうちに自分のワークフローに即座に展開できる具体的な成果を得られるよう設計されているそうです。専門家さん、このアプローチって技術の進化があまりにも早すぎて、どんなに優秀な開発者であってももはや孤独な独学では追いつけない時代になったという Google からのメッセージなんでしょうか。まさにその通りだと思います。情報の過負荷の時代において、一人で部屋にこもり、分厚いマニュアルを読んで理解しようとする孤独な独学はもはや機能しません。読んでいる間に次の技術が発表されてしまいますから。なるほど。技術が進化しすぎたからこそ、クラウドエンジニアのコミュニティとつながり、一緒に手を動かして実践的に学ぶ価値がかつてないほど高まっているんですね。知識は単なる情報のストックではなく、他者と共有し、実践の中で適用することで初めて生きたスキルになりますからね。これって常に効率的にかつ深く学びたいと願っているリスナーのあなたの価値観とも深く共鳴する部分ですよね。そう思います。
最先端を走り続けるためには、こうしたコミュニティの力が不可欠です。さて、これを紐解いていくとあっという間に時間が過ぎてしまいましたが、本日の情報探索のハイライトを簡潔に振り返ってみましょはい。う。AI は単なる便利な道具からオーストラリアの医師を助け、絶滅危惧種を見守り、そして高度の意図を理解して共同作業を行う積極的なパートナーへと進化していることが分かりました。プランモードで慎重に設計し、オートアプルーブで爆速で作業をこなす。そして、ライトレス RT によって、その高度な推論がデバイス上で直接動くようになっています。ジェミナイ 3.1 やナノバナナ2といったニュースが絶え間なく飛び込んでくる今、知識をアップデートし続けることの楽しさをリスナーのあなたと共有できたなら嬉しいです。技術の表層だけでなく、なぜ重要かという本質を理解することが大切ですね。全く同感です。さて、本日の徹底解説の最後に、この探求を通じて私の中に浮かんだ少し挑戦的な問いをあなたに投げかけてみたいと思います。ほう、なんでしょもし AI がコードの続きを即速して書き、複雑なシステムの設計図をチェックし、さらにはコードの中に英語の要約まで自動で挿入してくれるのだとしたら、近い将来、プログラミングを学ぶことの本質は、コンピューター言語の構文を暗記することではなくなるんじゃないでしょうか。つまり自分のアイディアや解決したい問題をいかに論理的かつ明確な人間の言葉、自然言語で AI に説明できるかという純正なコミュニケーション能力のテストに変わってしまうのではないでしょうか。あなたはどう思いますか？非常に興味深い視点ですね。技術が人間とどう対話するか、その形が問われています。次回お会いする時まで、ぜひこの問いを頭の片隅で転がってみてください。本日はこの深い探求にお付き合いいただきありがとうございました。